どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。いや、寒い。寒い。いや、昨日ちょっとさ、用事があってパリ行ったんだけどさ、雨降っちゃってさ、でもその日しかなかったから、行くしかなくて行ったわけなんだけれどもね。うん。寒い。うん、寒い。雨降ると余計寒いねっていう話でね。まあでも今日はね、とりあえず降ってない。でも降りそう。青空は少し見えてる。まあそんな、陽気の中、今日はお送りしていきたいと思いますよ。ということで、今日は何をやるかと言いますとですね、こちらですね。はい、ベロン。なんかいつだかほら、ね、モチーフやってるっていうなんか動画がちょろっと出した時に、まあ中に入ってたやつですけれども、これをちょっとやっていこうと思うんですね。はい。で、これを、まあ、やっていく上でね、今回はちょっとこういった色にしてみたのはちょっとシックな感じにしようかななんつって。で、ご用意しましたのが、まあいつもの CAPS の刀でございますけれども、はい、50g125 メートル。まあ、いつも言ってることなんですけど、2.5 から3.5ミリで、26目の36段。100% メルスライズドコットンということでね。はい。で、色が242番。で、こちらが402番つって、これがグリーングレーかな。グリーンの方。で、これ242番のこいつなんですけど、いや、実はね、もう一個あったんですよ。ね。これあって。で、見たら、色番号違うわけ。どういうことと思ったら、ほとんど同じ。確かにこうやって見たら、比べたら違うな。だけど、売ってる時ってさ、こうやってさ、横に並んで売ってるじゃない？同じような色がさ、こう、グラデーション的に並んでるから。で、私はバソッと取った同じ色だと思ってバソッと取って買ったらさ、違う色でさ、で、こっちの色が終わっちゃって、で、もう一個の色使おうと思ったら、なんか違うって番号を見たら、あれなんか違う。あれどういうことって思って調べたら、やっぱり2色違くって。しょうがないそれ買ってきたわけですよ、昨日ね。これを買うため、ほぼそれだけのためではないんですけど、他にも買うものあったからいいんだけども、まあこれのために行きましたよ。ね、いつもの場所に。はい。で、もう一個のやつはね、何番っつった見せてあげようか。どんだけ私が間違えるぐらいの色の違いと言いますか。よし。これなんですよ、これ。ほぼ一緒でしょ？ほんのりこっちの方がベージュがかってると言いますか、こっちの方が、まあ、ちょっとブルーがかってると言いますか、なんかそんな感じでほんのり違うわけです。パッと見、こうやってやってたら違いがあんまりわかんないんじゃないって。まあ違うよって言うから違いが見えるかもしれないんですけど、これがですね、501番。ね。番号違うわけよ、242番。で、これで編もうと思って編み始めたら、あれなんか違う。で、編み始めるとほら並ぶから気がつくじゃないですか。やべえ、間違ったと思ってさ、しょうがないよ、買いに行ったよ。もうね。だから、まあこれはまあいつかまた別のことに使うとして、はい。これで今日はやっていきますよ。せっかく買ったっていうかそのために買ったわけだけども。はい。じゃあやっていこうと思います。どうでもいい話またしちゃったね。させんね。はい。いやいや、めったに間違わないんですけど、さすがにね、こんだけ近いとね、で、しかも隣に置いてあってね、間違えるわ。やっぱ番号を確認しないとダメですな。数字を見ないとね。はい。というわけでございます。はい。じゃあちょっと始めていこうと思います。はい。で、これはもう本当に見ていただくとわかるんですけど、同じことのほぼ繰り返しなので難しいことはございません。はい。ね、全然難しくないのになんかちょっと複雑にも見えそうな感じの柄っていう感じなんですけど、まあ簡単です。はい。これはもういつもの通り真ん中、細編み8目で、まずは円を作ります。はい。輪の作り目で8目細編みを入れていきますね。3、4、5、6、7、8。はい。8目入れました。はい。今回は一重でやってるので、これを引っ張って締めますね。ギューッと締めて。はい。ちょっと伸ばして、ギューッと締めて。ギューッと締めて。願わくば中心が開かないようにね。はい。で、そしたら、1、2、3、4、
4,5,6,7,8。はい、8番目。こっち側から数えて8番目の頭、向こう側、筋編みをするように向こう側に針を入れて、色替えをします。はい。色替えをして、まずは引き抜いて、抜いてきて、はい。で、こいつをちょっと止めますね。私ね、こうやって止めて、はい。ピチッと止めます。はい。止めたら、ここ出てきた穴に針を入れて、この後ろ、ここ空いてるところね、この後ろの半目、ここにまた針を刺して、ここで一つ、はい、糸処理する人は連れてってくださいね。はい、ここで一つ細編みを編みます。はい。で、ちょっと引っ張って調整して、ちょっとね、はい。で、お隣の目、筋編みですね。筋編みで針を入れて、細編みを一つ編みます。はい。この時点で最初に編み始めたところが一辺の真ん中の目になるので、ここの次の目はもう角っこということで、ここで鎖編みを2つ入れます。で、同じ穴に針を刺してもう一度細編みをしますね。はい。で、そしたら隣の目にも筋編みで細編みをして、で、3つ目、ここは角っこになるんで、ここにも細編みを1つ入れます。はい。コツとしては角っこに来る部分の細編みはちょい大きめですわ。ね、大きめ。で、角っこ、鎖編みを2つして、同じ穴に入れて、細編み。はい。で、そしたら、隣に普通に筋編みで、細編み。で、角っこにまた来るので、角っこは少し大きめにね、ピュッと伸ばして、細編みをして、角の2つ、同じ穴にもう一度、細編み、次にまた普通に沿わせるように、細編み、筋編みね。はい。で、また角っこなので、ここはちょいとプッと出して、大きめの細編みで1、2と。で、角っこもう一つ細編みを入れると。で、これで全部編めたことになるので、ここにつないでいきます。はい。一番最初に編んだ細編みの頭に針をぶっ刺して、で、なんか巻き込んでる。ガーン。というわけでちょっと戻りますよ。何なの？はい。はい。というわけで戻ってまいりました。はい。戻ってまいりました。全部、この灰色の方を、入れ切ったので、隣のここに入れて、今度色替えをするんですけど、その色替えをする前にちょっとね、ここをね、引っ張ってもらってね、引っ張ってもらって、この目のところをちょっと締めてもらいますね。はい。最初のここですね。ここをちょっと今締めました。で、こっちもちょっと締めて、はい。で、頭に筋編みをするように針を入れて引き抜きます。はい。引き抜いて、立ち上がる。で、これもちょっと締めといて、はい。立ち上がります。はい。じゃあ、次から、なんだ。モザイク編みらしくなっていくわけでございますけれども、はい。ここを、まず、8つあるわけですよね。こう対角に4つあって、で、こっちにも、こう、斜めの方向に対角に4つあって、で、この角っこですね。ここですね。今度、取るのはここなので、ここにまず針を入れて長編みをしますね。斜めの角っこのところ。はい。で、前段で鎖編みをしたところに1つ細編みを入れます。で、角っこ2つ。で、そしたら、今度お隣、ここですね。この鎖編みをしたところ前段で、ここに細編みを1つ、筋編みをするように入れます。で、そしたら今度ここは下ろすところなので、長編みで引っ張り上げますね。こうやってね、引っ掛けて。前々段の
筋の部分にね。はい。で、そしたら一つ筋編み。細編みの筋編み。そしてまた、長編みを角っこに入れて、で、一つ細編み。鎖編み、鎖編み。そしてまたここに、細編み。で、また同じとこです。同じとこですよ。角っこのね。同じ目で拾います。長編みはね。ここはね。はい。で、細編み。で、長編みをまたこの角っこの目に入れて、長編みをして、前段鎖編みに細編みを入れて、鎖、鎖。そしてまた前段鎖編みのところに細編みを一つ入れたら、ここで編んだ長編みと同じ目のところで長編みで引っ掛けて持ってきます。また筋編みで細編みで長編みでここ角っこをここね一生懸命拾ってもらって、角っこ普通に拾えるはずなんで大丈夫だと思います。はい。でまた細編みをして角に2つ鎖編みをしたら、また細編み1つ入れて、で長編み同じ目からまた引っ掛けて長編みをします。はい。でそしたら最後の目は立ち上がっただけですね。立ち上がっただけで隣に行ってるので細編みが入ってない状態です。なので同じ出てきてるこの色が出てきてるところに針を入れて、でこうやって開くと奥にもう一つ穴がございまして、あ、こっからこの糸が出てるなってところがあるので、そこブスッと刺して、でこの今度使う糸を持ち上げながら細編みと、はい。そしたらギュッと引っ張ってはい。下のこの今度使う糸をギュッと引っ張る感じですね。はい。でこれで色変えになります。はい。そしたら隣の目に筋編みをするように針を入れて引き抜きます。立ち上がります。放置です。この目は一番最後に入れるので放置。なので隣の目に進みます。隣の目もいきなり長編みということで、角にある目、前々段で鎖編みをして、前段で細編みを筋編みで拾った残ってる筋のとこですね。前々段のそこを拾います。で長編み、はい。で角っこ一つ細編みをして1、2と編んだら、また細編みをして、そして長編みをまた今度は違うとこですよ。前々段のもう一つの鎖編みの筋の部分ですね。ここで拾います。ここからはもう一目一つしか入れない感じになるんで、ここはね一目に2本入れるけども、ここからは1つずつですから。はい。で細編みを1、2、3と筋で入れて、でそしたらまた角っこの長編みで、また一番最後の目に細編みを入れて1、2と、で最初の目に細編みを入れて長編み、はいはい。で長編みを入れたら細編み3つ。この段はこんな感じですね。はい。じゃあちょっとこれでやっていこうと思いますよ。ずーっとやっていったらね、また眠くなっちゃうからみんなね。うん。眠くなるっちゅうからさ。ね。うん、ちょっとちゃかちゃかやっていきますよ。はい。はい。ここまで来ました。で、最後の一目ですね。ここ、立ち上がったとこです。立ち上がったところが最後の目になります。この編み方だとね。はい。で、どういうことかっていうと、出てきた目のところに針をぶっ刺して、で、ギュッと引っ張ると、ここから出てんだっちゅう穴があるんで、そこでまたブスッと刺しますね。で、これをちょっとギュッギュッと引っ張りつつ、ね、次の変えていく糸を手前に持ってきて、一つ最後に細編みを入れますね。細編みを入れます。はい。
でちょっとギュッと引っ張ってもらって、もう一個ねギュッと引っ張ってもらって、でそしたら糸を変えます。はい、糸を変えて、で隣の目の頭に通して引き抜いて立ち上がる。立ち上がったらもう放置ですね。この目はね、最後にまた目を入れるので、最初であり最後の目であるわけで、はい、というわけでございます。そしたらまた次、長編みで同じように引っ掛けて、で細編み、鎖鎖、細編みで長編みで引っ掛けて、であとはここ5つ細編みをしていきます。でこの辺に来たら、まあなんだろう、歪まないように四角に編むコツっていうのかな、は角っこを気持ち緩めに編む。この辺からね、長編みと細編みとこの鎖編み、細編み、長編み、この辺りはちょっとね気持ちゆったり編むといいです。で気持ちゆったり編んで、でこの辺はちょっと普通に締める感じで編んでいく。そうすると編み上がった時にこの辺の中心部っていうか、この真ん中の辺りがブワーンとならないと思います。気持ちここはきつめで、外側角っこの方はこの長編みあたりからね3目ぐらい、残り3目ぐらいはゆったりみたいなね、こういう感じで気分で編んでもらえれば、それほど四角が歪まずに済むと思います。はい、じゃあ編んでいきます。はい、最後の目に来ました。最後の目同じですね。ここに出てきているところに針を刺してグッとやると、ここから出てきているナッチは長なので、そこにブスッと刺して次の糸を上げつつ、ね、手前に持ってきて引っ張り上げつつ最後の細編みを入れる。はい、でこんな感じでギュッギュッと縛る。はい、とりあえずこれで何段目まで編んだ ?1、2、3、4、5段目ですね。はい、5段目まで編めました。はい、じゃあ次糸変えていきます。はい、引き抜きます。立ち上がりますね。ちょっと締めて、立ち上がったらすぐ隣に長編み。はい、すぐ隣に長編み、そして細編み、鎖編み2つで細編みで長編み。はい、で基本的なこのグリーンと茶色じゃない、グレーの違いは、ここでまた細編みをしたら、グレーの方は必ずもう一回ここで下ろしますね。これをやっていけば、まあこういう形になっていくわけですね。こういうね。はい。でここは3つ細編み。3つ細編みを入れたら、また長編みで伸ばして、で細編み入れて長編み。はい。で細編み、鎖鎖。はい。こんな感じです。そんなに難しいことないですね、この段もね。いや、難しいことはないですよ、全部。はい、はっきり言って。難しくはない。どこで下ろすかだけの問題ですからね。細編みと、長編みの繰り返しですから、基本はね。はい。まあ言ったら角の部分をこういう形でこうグリーンを囲ってってあげればいいわけですね。グレーでね。はい。そんな感じで基本は。はい。最後のところ来ました。最後の目。ここですね。ここもまた細編みをする部分なので、同じように目に入れてぐっと差し込んで、次の糸を持ち上げつつ細編みと。これは変わりませんね。はい。はい。これで6段目までこんな感じで編めました。ちょっとこれこの辺に置いとこうかね。はい。6段目まで編んでこんな感じになっております。はい。じゃあ次いきますね。次。
7段目、また隣にブスッと入れて引き抜いて立ち上がると。ね、ここまではもう一連の動作でございます。で、ここで下ろすと。ね。ここで下ろして、角っこ細編みの鎖鎖。で、細編みをして、長編みを下ろして、細編み。ここは下ろしませんね。この色ではね。全部、灰色の方でこうやって囲っていくんで、ここは素通りです。この色はね。とりあえず3つ。細編みをしたら、ここで下ろします。はい。ここで1つ下ろして、1つ細編みをして、また下ろします。今度は緑で、ね。ここをこうやってババ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 ってやっていくのと同時に、あとはこういうちっちゃい四角でね、緑をこうやって入れていってあげる感じですね。はい。なので、ここで1、2、3と入れて、最後のとこで長編みをして、もう一つ細編みを入れて、1、2。はい。こんな感じです、ここは。はい。細編み、長編み、細編み、細編み、細編み。はい。はい、最後の目同じですね。細編みで終わりにするとこなので、同じ目にぐさっと刺して引き上げるとここに穴があるんでブスッと刺して、はい。で次の糸を引き上げつつ細編み、はい。あ、なんとなく出てきましたね。こうやってはっきりとね、柄が。はい。次。はい。次の段。隣の頭から引き抜いて立ち上がって、で、これは入れる。長編みをね、長編みを入れて、細編みで、1、2。もうこれは本当に同じことの繰り返しになるんで、あとはもう無心でできる感じですけど、こう一つ細編みをしたらここ下ろすと。灰色の方は下ろす。あとは、これをどんどん四角いのを作ってってあげるだけなので、ここはもうひたすら、この段は、ここは細編みで素通りしてきますね。はい。7つ細編みをします。で、そしたらまた長編みで下ろしてあげて、細編み、長編み、で、細編み、鎖、鎖。こんな感じですね。はい。そんなにやることございませんよ。はい。なので、どんどんいきたいと思います。細編み、長編み、細編み、長編み、細編み、細編み、細編み。はい。で、ここに最後長編みを下ろす時なんですけど、この段はちょっと注意がいりますね。はい。というのもですね、この段の下、ここが立ち上がってる部分です。ここに長編みを下ろす場合には、ここに、この目を入れた目があるんですけど、これね、ここの部分。これを引っ掛けると、こう大きく穴が開くところになるので、ここではなくもう一つ下のここですね。こいつを拾います。はい。こいつを拾って長編みをします。そうすると穴開かないので、はい。気をつけてください。はい。長編みを拾うときに前々段が立ち上がりの場合ですね。立ち上がりの目の場合は気をつけてください。目が前段が入ってる目を拾うのではなく、その下もう一本、ここにあるこの横の線ね、もう一本下にあるこの横の線を拾います。はい。で、長編み。で、最後の目は同じようにぐさっと刺して引き抜いて細編みです。はい。こんな感じですね。はい。どんどん続けていきます。次の段。隣入れて引き抜いて長編みをまずして
細編みをして鎖編み2つで細編みをして長編みをする。でそしたらここは素通り1、2、3で素通りします。そうすると今度ビューってきてるのとピュピュピュってあるんですけど、ここでどんどんこうやって四角を作っていってあげるのでね、こういう感じで四角をこうやってこういう斜めの方向でね作っていってあげるので、ここでまず下ろしてで一つ細編みでまた長編み、はい、でここも一つ細編みを作ってあげて長編み細編み長編み、こういう形になりますね。はい。で細編みを3つ入れて長編みで角っこに細編みで1、2と、はい、こんな感じです。今回は緑の方が真ん中の方でいっぱい下ろさなきゃいけない。そんな感じですね。1、2、2、3。はい。そしたら1つ下ろして、1つ細編み、1つ下ろして、1つ細編み、1つ下ろして、1つ細編み、1つ下ろして、細編み、細編み、細編み。はい。長編み、細編み、角っこ。はい。最後の目ですね。ぐすっ刺して、はい。引き抜いて、細編みで終了。はい。こんな感じです。いい感じになってまいりました。はい。はい。じゃあ次行きます。で、次の段も隣にブスッと刺して引き抜いて立ち上げて、立ち上げたらその目は放置で隣に長編みと。はい。で、細編みをして角っこ1、2と入れて、はい。で、もう一つこっち側細編みで長編み。はい。長編みを入れて、で、細編み。で、もう一つここ長編みをすると。角っこはもうずっとこんな感じですね。はい。で、これ見ると、バーっといきそうな感じなんですけど、ちょっと待ってくださいねっていう話でね。はい。ここは、とりあえず5個、細編みをします。5個細編みをしたら、この真ん中に1つ下ろします。はい。で、また5個細編みを筋編みで入れてって、3、4、5と入れたら下ろします。はい。で、細編みをして、長編みをして、細編みをして、角っこ。はい。ここはこんな感じですね。真ん中を下ろすのを忘れないように、この端っこはいつも同じように、グレーも緑もやっていくだけなんですけど、真ん中の部分だけちょっと変わる感じですね。はい。はい。じゃあこの段こんな感じで編んでいきます。はい。ここも最後は前々段がここ立ち上がってるところなので、立ち上がりに入れた目のところを拾うのではなく、もう一つ下のここですね。こいつを拾って長編みをします。はい。で、最後の目。はい。はい。こういう感じですね。はい。で、また糸を変えて、同じように進めていきます。あとは、もう最後の段ぐらいまでは、もう、この四角をバーっと編みながら、ここは階段状にこう編んでいく感じですね。で、次もこの階段状にこんな風に編んでいく。最後だけここ潰す感じになりますんで、ね、とりあえず入れて、1、2。で、角っこにも入れたら、細編み、ここはもう1、2、3と細編みをして、ここの
このピーと来てる角っこに来るんで、端っこに来るんで、ここは長編みを入れて、1つ細編み、長編みを入れて、で、細編みを5つ、5個していく感じですね。はい。3、4、5と。で、下ろすと。はい。こんな感じで、この灰色部分は今度は階段状に上げていく感じです。で、同じように四角ではあるけども、四角でまあ階段状とか斜めにこうやって作っていくように入れていくっていう感じですね。はい。じゃあちょっとこれでチャカチャカ進めていきますよ。はい。最後の目。最後の目はここは普通に細編みなので、ブスッと刺して、はい。で、ぐすっと入れて、で、ここ持ち上げつつ、最後に細編みをすると。はい。こんな感じですね。はい。で、また色変えていきます。で、ここでやることは、同じように角を処理をしたら、処理っていうかね、同じように編んだら、階段状にここを上げていくだけです。はい。で、真ん中3目。青いのじゃないな。グリーンだな。はい。を残しておく。次またそこが、今度は、グリーンの方の階段状に上がっていくっていう感じになるんでね。はい。ここは普通に角を入れて、細編み、長編み、細編み、長編み。はい。で、そしたら、ここの中心のところまでずっと細編みをしていきます。1、2、5目ですね。3、4、5で下ろして、で、3目細編み、で、下ろして、で、また5目細編み、1、2、3、4、5。はい。で、長編みを入れて、細編みをして、細編みをして、長編みを入れる。で、最後の細編みで角っこ。はい、こんな感じです。はい。で、最後、ここもまた、なんだっけ。立ち上がりのところなので、下の方に引っ掛けて、はい、こっちですね。よっと、ここに引っ掛けて、はい。で、長編みをして、で、この目にブスッとぶっ刺して引き抜いて細編みをすると。はい。で、糸を変えて引き抜いて立ち上がると。はい。で、長編み、細編み、で、鎖編み2つ、細編み、長編み、角をこう入れたら1、2、3で長編み、細編み、長編み、こんな感じですね。はい。で、あとはもうバーッとまたこの中心のところまで行くんですけど、バーってまでにはいかないか。3つだな。はい。3つ入れたら、また階段状でここは上がっていくところになるので、長編み、細編み、長編みと入れます。で、細編みをまた3つして、こう回せばね、外れるからね。はい。3つして、はい。で、長編み、細編み、長編み。はい。で、細編みがまた3つ。で、長編み。で、細編み1つで、鎖。はい。こんな感じです。
もう法則が分かってしまえば、あとは柄を見て編んでいくだけでございます。はい。はい。この段の最後の目は細編みなので、ブスッと刺して、ぐさっと刺して、持ち上げつつ細編みをする。こんな感じですね。はい。はい。ね。こうやって階段状になってきたので、あとはもうすべて階段にしとけばいいんですけど、はい。次の段。はい。引き抜いて立ち上がって、この目は放置。おっと、暖房消そう。なんでだ？よし。はい、左線。はい。はい。じゃあ、ここ、長編みをして、細編みをして、1、2とやったら、細編みをして、長編みをして、一つ細編みを入れたら、また、ここは長編み。はい。で、細編みを3つ、5つか。3、4、5ですね。5したら、ここで1つ下ろします。で、次は3つですね。3つ細編みを入れたら、真ん中でまた下ろします。で、3つ細編みをして、1つ下ろして、で、5つかな。1、2、3、4、5と入れて、長編みで、また下ろしたら、細編み、長編み、ちょっとまた緑が。はい。で、最後、細編みで角っこ。はい。はい。こういう感じですね。真ん中に下ろす。あとは階段状。そしてここの四角はキープするように、ね、こういう感じで入れていきます。はい。で、ここまで来たので、ここもまた、この下の方ね、立ち上がり、この部分立ち上がりの部分なので、下の方の横糸を拾って長編みをして、これで最後の目にぶち込みます。はい。で、引き上げて、細編みを編んで、はい。で、ビュッと引っ張って、はい。で、こっちの糸で、これが最後の段になりますね。緑の方はこれが最後の段になります。はい。で、入れたら、長編みを隣の目でして、細編みで角っこ1、2と。で、ここに細編みを入れて、長編みを入れて、で、そしたら細編みを1、2、3入れて下ろします。一つ長編み。で、細編みを一つして長編みをまた一つ下ろす。はい。で、それで細編みを1、2、3と入れて、で、ここでまた一つ長編み。で、今度は5つ細編みを入れます。3、4、5で長編みを入れて、細編みを3つ。はい。で、そしたら、長編み、細編み、長編み。はい。で、細編み3つ。で、長編み。細編み。で、角っこ。はい。こんな感じです。この段はこんな感じになりますんで、これでダーッと一周していこうと思います。これがね、緑は最後の段になります。はい。で、最後のところ、細編みをしてきたら、最後の目にブスッと刺して、はい。ぐさっと刺して、で、茶色を上げてきて、引き抜いて、細編みをしますね。はい。で、あら、なぜか切ってやる。はいはい。一回失敗したんです。はい。一回失敗して編み直したんです。はい。左線。はい。どっかね、抜けてたんよ。どっか抜けてたからね、編み直したんよ。
うん、大丈夫よね。今回はハマってるわよね、全部ね。はい、チェックします。はい、大丈夫。大丈夫。はい。長編みをね、ちょっとし忘れてたところがあってね。はい。で、ここブーっと引き抜きます。で、ここはなんでそのまんま続けないかっていうと、これを続けちゃうと、やっぱりこの段差が目立つんで、ちょっとね。はい。なので、一応、こういう形で、鎖目で締めておきます。普通にね、終わりにするように。で、ここ、一つここ、戻してここに入れたら、もう一個ここにあるポコってやつね。ここも通すんですよ。はい、通しますね。はい。そうするとこうやって綺麗になりますから。はい。で、そしたら、もう一回私はちょっとね、ここね、一応、まあ、これは編みくるんじゃう方なんで、そんなに神経質にならなくてもいいと思うけど、まあ、こうやってちょっとね、一回こっちに戻す形にして、ほいで、糸処理をしてしまいます。で、どこに糸処理するかは、ここくるんでもいいんですけど、くるむと今度これで糸を拾うときに見づらいんで、わかりづらいんで、まあそこにするよりはちょい下、この辺にこうポコポコポコっと入れてしまえばいいと思います。こんな感じでね。はい。この目に入れておけば、まあ大丈夫でしょう。っていう感じでね、こういう。くるむのもね、いいんですけどね。はい。まあ、間違いないで、拾えるっていうんであれば、今度、この先編んでいく目のところにくるんじゃってもいいと思います。はい。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで置いとこう。はい。はい。で、そしたら、どこ拾うかって言ったら、ここが最後の目だったので、隣、ここですね。長編みのとこの上から針を入れて、これを引き抜いて、割れてねえか大丈夫かはい。引き抜いて立ち上がりますね。はい。で、ここから長編みをして、細編み、角っこ、細編み、長編み、で、一つ細編みをしたらまた長編みを入れて、はい。じゃあ最後の段ですね。1、2、3、4、5か。はい。4、5と入れて、縦に一つ下ろす。で、そしたら、1、2、3と入れて、はい。ここに来ました。ここだけね、こう、5つ下ろす感じになってるんで、まずここは普通に長編みで編みます。で、そしたら、そのお隣は、中3つね、中心3つは少しきつめに長編みを入れます。きつめに入れないと、ブワンと膨らむ感じになるんで、きつめに入れて、で、端っこは、まあ普通に入れればいい感じね。普通に入れて。はい。で、細編みを3つ、1、2、3。で、長編みをします。で、細編みを5つ、1、2、3、4、5と入れて、長編みを下ろして、はい。で、割れだぜ。細編みで、角っこの長編み、細編み、1、2と、こういう感じで入れますね、一辺をね。で、こうやって見てもらうとわかると思うんですけど、ここを普通に棒と同じように入れちゃうと、ブワーンとここはなっちゃうのね。で、ブワーンとなっちゃうんで、ちょっと真ん中をきつめにすると、こう、ちゃんと、なんて言ったらいいのまっすぐ。まっすぐな感じになるんで、ここちょっと注意してもらった方がいいかなとは思います。はい。なので、こんな感じでこの段は一辺編んで、最後の段ですね。最後の段を編んでいこうと思います。はい。はい。というわけで、最後の目をいつも通りに編みました。はい。で、終了です。最後の目はいつもと同じように編んで終了。ちょん切ってむぎゅっと出しますね。はい。で、最後の目。ここではなく、お隣ですね。はい。入れて、
で、ここから頭をまた新しく作ってあげて、で、ここと、この下のポッチ、ここですね。このちっちゃいの。ここのちっちゃいの。ここに通します。はい、ここ。はい。で、そしたら一度こっち側に戻って、はい。そうすると、こういう感じで、ここですね。今作った頭がこれですけど、頭の大きさをこう揃えて、こうやって作りますね。頭をね。はい。で、そしたらあとはもうお好きなように処理していただいていいんですけど、まあこの辺ちょっとさっきの糸もここかな、ここに入ってるんで、まあ、重ならないところにちょっと一段下げてみてもいいしね。一段下げて、ここいらあたりにね、こうむぎゅむぎゅむぎゅってこう入れてってもいいし、この灰色のところに入れてってもいいか。ね、適当にこういう感じで。で、この糸処理の仕方はね、これはもう細編みと長編みがこうなんかちょこちょこ交互に入ってるんで、なんだろう。裏から見てもまあ、なんとなく綺麗に見えるようなところをうまく選んでね。それで処理していただければいいかなと思います。はい、こんな感じで入れたのでもういいと思います。なので、あとは全部これ糸じゃない。処理した糸なんで、これを全部切ってって、はい。こんな感じで。はい。というわけで、編み上がりました。こんな感じで、一つ。はい。大きさがね、ちょっと微妙に違いますけれども、ね。結構なね、あれですよ。差が出ますからね、その時の力によって。はい。はい。まあ、こんな感じで、ね。2枚出来上がりました。はい。で、2枚出来上がったんですけど、じゃあこれで何をするかって話ですね。はい。ドン。またこの方式かっていう話なんですけど、はい。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13枚。あ、全部で13枚ある。どういうこと？ 13 枚で何ができるか。はい、13枚。次回をお楽しみにしましょうということで、13枚をこれ次回つなげて、何やらを作っていこうと思います。というわけで今回はね、こちらを見ましたね。こちらの、こんな感じ。こちらの、モチーフ。ね。モザイク編みで作るモチーフ。こちらを見ました。で、まあ、ちょろっとだけ言うとね、まあ、つなげることを前提でこう編んでるわけなんですけど、これね、つなげるとどんな感じになるかっていうのだけちょっとお見せしておきましょうか。ね。こういう感じになるわけです。はい。つなげるのを前提として編んでいるので、つなげるとまた別の模様が出てきますね。ここでこうやって。これが楽しいよね、やっぱりっていう話ですね。はい。今回はここで模様を出してみました。ね。別の時にはここで模様出たりね、こう4つが集まるところで、まあここもちょっと四角になってますけど、こういう感じで。まあモチーフはこれが面白いなと思います。はい。というわけで次はこれをつなげて何かを作っていこうと思います。というわけで、本日もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。というわけで、次の動画でね、またお会いしましょうということで、はい。じゃあ本日はここまで。さよなら。